今日は私の普段のバッグの中身をご紹介していこうと思います。普段の Vlog とかでもお出かけに行く前に今日のバッグの中身はこんな感じですっていうことで軽くご紹介はしてるんですけれども、中に入っているものがどんなものとかそういうところも含めて今日はちょっと詳しくご紹介していければなと思います。皆さんの心がちょっとでもときめくような何かものとの出会いがあれば嬉しいです。ではまず一番大きなトートバッグからご紹介していこうと思います。このトートバッグは以前 Vlog でもご紹介した高円寺の川というヴィンテージショップのトートバッグのグッズになっています。こんな感じで波のシルクスクリーンのプリントがされていて、ここに革のロゴが入ってます。このアンバランスな波の感じ、揺れる波の感じがすごく可愛いし、あと持ち手の部分が結構しっかり長めなので、やっぱりトートバッグを選ぶとき私はちゃんと肩掛けした時に肩紐の長さが長いかっていうところを気にしてゲットするようにしているので、やっぱり短いとちょっと物を取り出しにくかったりするので、この肩紐の長さが長いというところもすごくいいポイントだなと思っております。で、ここについているのがこの間ガチャポンで回したモジョジョジョの抹茶です。モジョジョジョはいくつか持ってるんですけど、これをVlog で上げた時にもコメントでいただいたんですけど、やっぱりここの頭のネジの部分がどうしても取れやすくて、この子たちがしっかり重みのある子たちっていうのもあると思うんですけど、なので上の部分、このネジの部分に事前に接着剤を塗っておくといいですよっていう風にコメントいただいて、私もそうした方がいいのかなってふわっと思っていたので、この子はちょっと事前に処置をしたいと思います。そうすればなくさないで済むかなと思います。で、他にも普段から私の動画を見てくださっている方はご存知かなと思うんですけど、私はトートバッグマニア、マニアというほどではないんですけど、旅に出た先とか好きなショップとかでよくトートバッグが目に入ってしまってたくさん集めているので、そのトートバッグコレクションも今回はご紹介したいと思います。こんな感じで今私が持っているトートバッグたちを並べてみました。1個ずつパパッとご紹介していこうと思います。韓国のカフェオニオンでゲットしたトートバッグ、代々木上原かなのカフェネフューでゲットしたトートバッグ、フィンランドの現代美術館キアズマのトートバッグ、イタリアのフィレンツェに旅行に行った時に偶然入った古着屋さんかな、セレクトショップでゲットしたものです。これも韓国のカフェオニオンのトートバッグです。これがちょっとどこでゲットしたか忘れちゃったんですけど、多分福島の生活雑貨屋さんアットホームとかでゲットしたリネンのトートバッグになってます。肩掛けとかショルダーにもできます。これ裏返すとナショナルギャラリーって書いてあるんですけど、多分ナショナルギャラリーのトートバッグだけど、買ったのは上野のセレクトショップかな、高架下にあるセレクトショップでゲットしました。コペンハーゲンのアパレルショップでゲットしたヘンリック・ビブスコフのバイブスバッグです。これどこだっけ、古着屋さんですね。多分古着屋さんでゲットしたトートバッグ、これも古着屋さんでゲットしたトートバッグです。多分川越のビッグタイムだったかなと思います。これはちょっと仕事で関わったことのある団体さんのグッズ、フィンランドのセカンドハンドショップで見つけたトートバッグ、コペンハーゲンのハートというもうすごく素敵なカフェのトートバッグ、高円寺の古着屋さん革のトートバッグ、ビームスとかによく置いてあるシュメリーって読むのかなのバッグ、青葉一子のライブヘルシンキに行った時に行ったんですけど、その時にゲットしたもの、フィンランドの
ヘルシンキ中央図書館オーディのトートバッグです。こんな感じになっております。トートバッグってそんなにかさばらないし、重ねて畳んで置いておけるし、その行った時の旅の思い出とか街の風景とかをこのトートバッグと一緒に持ち帰ってきて、また自分の住んでいる街とか新たな旅先でその思い出と一緒に歩いていける気がするので、私はお土産として選ぶこともとっても好きです。おすすめです、トートバッグ。お次にご紹介するのがこちらの最近買い替えた iPhone です。 iPhone16 に最近買いました。合わせてこの可愛いケースたちもご紹介していこうと思います。私は今まで iPhone15 を使っていたんですけど、こちらの iPhone16 に変えました。で、色はホワイトにしました。で、このケースなんですけど、今回のケースもケースティファイのケースに決めました。前回の iPhone15 の時もこちらのケースティファイのクリアケースというタイプを選んで使ってたんですけど、結構ガシガシいろんなところに落としたり気にせずずっと使ってたんですけど、全くへこたれる様子もなく、でクリアケースが私は好きなのでクリアケースを選ぶように毎回してるんですけど、全然黄ばみがないのが本当にすごいなと思って、今回も安心と信頼のケースティファイに決めました。前回もこんな感じで自分のカスタマイズした写真を配置してたんですけど、やっぱり見るたびにスッと気持ちが明るくなるような感じがしたし、やっぱりスマホって毎日手に取って目に触れるものなので、そこは自分で選んだものをケースにできたらいいなということで、今回もケースティファイのケースでカスタマイズすることにしました。で、今回選んだのはフォトカスタムのインパクトリングスタンドケースです。このインパクトリングスタンドケースなんですけど、ここのカメラの縁の部分がこうやって起き上がらせることができて、こんな感じで立てかけることができるんです。これが本当に便利で、ご飯食べてる時とかふとドラマ見たいなとか、そういう時に今までは置く場所、立てかける場所とかを探してたんですけど、このスマホ一つで完結しちゃうので、この角度も自分で好きな角度に調節ができるのもいいなと思います。で、今回のこの柄はフォトカスタムっていうことで、昔妹がくれた手紙に書いてあった絵を画像にしてカスタムしてみました。ちーちゃんがくれた手紙を実家に帰った時に発掘したんです。もう本当に可愛くって、これをお守りみたいにして持ち歩けたらいいなと思っていたので、こんな感じで画像アプリで線画を抽出してフォトにしてカスタマイズをしました。私の前回のケースみたいに写真を配置することももちろんできるし、もしそういうデザインツールとかがちょっと苦手だなっていう方はステッカーカスタムって言って、例えばペットとかの写真の背景を消して本当にまるでシールを貼るみたいにペタペタって自分で簡単にデザインもできる機能もあるみたいなので、そっちを試してみるのもいいかなと思います。今回概要欄のリンクから飛んでいただくと対象商品が 15% オフで購入できるようになっているので、ぜひぜひ覗くだけでも楽しいかなと思いますので、リンクから飛んでみてみてください。やっぱり私は、今回背景が白っていうのもあって、スマホとケースの間にお気に入りのカードだったりとかシールだったりとか、あと何か映画の半券とか思い出のチケットとか旅の切符とかをここに挟みたいなって思ったので、今回はこんな感じで真ん中のところというか余白をかなり持たせてデザインをしてみました。で、今はね、ここに以前 Vlog でもご紹介した福島の古道具屋さんしぐれさんというところでゲットした尾瀬の切手を挟み込んでいます。このカニとアサリの感じとすごく合うなと思って今はこれを入れております。やっぱりクリアケースの良さってそういう挟み込むもので着せ替えじゃないですけど気分転換的に楽しめるのがいいなって思ってます。
もしこういうデザインとかちょっと苦手でもうできているもので自分のときめくものが欲しいなっていう方はベストセラープリントっていうのをまとめてるページがあるので、そこからこう見ていただけると人気のデザインだったりがバーって出てくるので、お気に入りの一つに出会えるんじゃないかなと思います。あとやっぱり耐久性はもう素晴らしいなと思います。前回これを使っていて何度も落としてもびくともしなかったので、実際に2メートルからの落下試験とかもクリアしているらしく、この頑丈さは安心ポイントの一つです。で、今回こちらのミラーグリップスタンドもゲットしました。マグセーフにこんな感じでパチッとついて、こうやってスタンドになるんです。こんな感じで立てて映像を見たりすることもできるし、あとはこうやってグリップで持つことができるのでいいなと思います。これもいろんなデザインがあったりとか、ここのデザインを自分でカスタマイズできるんですけど、今回私はここにカニとアサリがいるので、なんか自然のイメージで地球をデザインがちょうどあったので可愛いと思ってこれを選びました。なんかケースと合わせて自分でデザインを探すのも楽しいかなと思います。これがジェリーリストレットのクラウドコットンホワイトです。これがね、こんな感じでスマホを手からかけて持つことができるんです。これめちゃくちゃいいなと思っていて、これぐらいのリストレットだったら電車の中とかに乗っていて、こう乗り換えまでさっと連絡とかしたいなっていう時にこういじってて、でいざ乗り換えだとなった時もバッグの中にいちいちしまったりしなくても、このままこうやって持って落とす心配もなく乗り換えに行けるので、これすごく安心で便利で、そして可愛いなと思って、でこんな感じでポッケにしまって、ポッケからちょっとちらっと見えるのもすごくファッションのアクセントになって可愛いなと思っています。このお花のチャームめちゃくちゃ可愛いですよね。キューブとかもあって、その時の気分に合わせてこう変えたりつけたりするのもいいかなと思います。スクエアチャームフックっていうのがあって、これはスマホのこちらのケースにピタッとくっつけることができて、こんな感じでチャームをつけることができるので、なんか自分の好きな目印チャームとかそういうものもここにつけて楽しむのも可愛いなって思ってます。お次がこちらの常に持ち歩いている必需品ポーチです。必需品ポーチ1と、こちらが必要かなって思う時に持ち歩いている必需品ポーチ2です。割と遠くへというか近所とかじゃなくて、しっかりお出かけの時は必需品ポーチ2も持っていくようにしています。では必需品ポーチ1の中身からご紹介していこうと思います。まずこのケースはデルフォニクスのポーチになっています。この色も可愛いし、このタグの部分も蛍光の黄色黄緑になっていて可愛いなと思ってこれを選んで使っています。何年も使っているのでさすがにちょっと疲れてきたかなとは思うんですけど、まだ全然使えそうです。ちょっと買い替えも最近考えています。また同じやつにしようか、あとファミマのケースも可愛いなと思って迷っております。でこのケースについているこの歯のキーホルダーは近所の歯医者さんのガチャポンであって、それを回したフロスになっています。実はで開けるとフロスが出てくるようになってます。多分ここにロゴが書いてあるやつをネットで買えたりするんじゃないかなと思っています。これめちゃくちゃ便利でおすすめです。こういうメッシュポーチのいいところってこんな感じで缶バッジをつけられたりだとか、あとはこういう旅のお土産とかでゲットしたピンバッジをこうつけてあげてカスタマイズするのも楽しいかなと思っています。こんな感じで中に入っているのは、これが実は鏡です。ガチャポンでゲットした鏡になっています。ジンタンのこのキラキラの感じが可愛いなと思ってとっても気に入っております。ローソンでゲットできる無印良品の櫛です。これはこうカッサみたいにしても使えるのでと
とってもおすすめです。で、おなじみのナリンのハーブオイルです。これ結構ガシガシ使ってるんですけど、まだなくならなくて、でももうちょっとでなくなっちゃうから新しく買い足そうと思います。もう最近暑くて仕方がない時にお風呂上がりにスッと首筋とか頭のこめかみとか手のここにこうやってつけて塗るだけで、そこがこうスースーして発火とかなんかさっぱりした匂いもこう効いたのかすごく涼しく感じて、もちろん頭痛とか神経痛にも効くって言われてるんですけど、この暑い日々にもちょうどいいなと思って最近もう毎日重宝しております。あとは電車の中とかちょっと気分がモヤモヤっとした時にこう香りを嗅いだり頭のこめかみに塗るだけで全然気持ちがスッと軽くなるので、私はお守りとして常に持ち歩いております。これは RMK のリップ。これももうほとんどないので新しいものリップを買いたいなと思っております。リップだけは毎回こうお出かけにも持ち歩くようにしています。でこれもリップですね。あっちは口紅ですけど、こっちはリップクリームになります。色付きのリップクリームですね。これだけだとちょっと乾燥してしまうので、これは保湿対策としてで色もついてるのでいいなと思って、これあれです、フィンランドでゲットしたものを使っております。あとはいつものアルガードのコンタクト用の目薬、無印のポリプロピレンのケースにお薬たちを入れております。お薬たちこんな感じでアレルギーのお薬とか頭痛薬を入れているんですけど、端っこをこんな感じでカットすると割とたくさん入るのでおすすめです。そしてこれさえあれば安心の黄体酸、これがあるだけでもう全然違う。で絆創膏を入れております。必需品ポーチの中はこんな感じかな。そしてこちらの必需品ポーチ2の中身はまずハーンのハンドサニタイザー。これめちゃくちゃいい匂いのするハンドサニタイザーになっております。で保湿効果もあるらしいです。まだなくならない、詰め替えもできるみたいですね。常に何かこうさっぱりしたお口直し的なものを持ち歩くようにはしてるんですけど、これはフィンランドのノルマルでゲットしたミントタブレットです。これとかあと龍角散とか入れてます。あとは日焼け止めですね。出先で塗り直す用ので、最近ビオレの吹きつけるタイプの日焼け止めをゲットしたんですけど、これ便利でめちゃくちゃいいですね。こうメイクをした上からでもシュシュシュってできるので、ちょっとこれを持ち歩き用に変えようかなと迷っているところです。これもねギリギリ入るんですよ、このガチャポンのケースに。ほらこんな感じで入るので、このガチャポンのケース有能です。レオレオニのガチャポンでゲットしたケースになります。であとジャブラのイヤホンも入れたりしております。必需品ポーチたちの中身はこんな感じでした。お次がアスパラ巾着に入った本です。こちらの巾着、アスパラの巾着、鎌倉にお出かけ行った時に教えていただいて入った甘い店ミニというお店でゲットしたアスパラの巾着です。この中にちょっと前までは貝殻のポーチを編んだりしていたので、その貝殻ポーチを編むセットを中に糸とかぎ針とって入れてたんですけど、今はこんな感じで本を1冊入れて持ち歩くのにちょうどぴったりのサイズなので、本をこう守ってあげる巾着として使っています。今入れてるのは茨城のりこさんの自分の感受性くらいという刺繍です。ミナペルホネンの装丁になっていてすごく素敵です。バッグの中に1冊本があるといいですよね。お次がこちらの大好きなお気に入りのサフジの小財布です。こんな感じになっております。一応ゲットした時は紺色だったんですけど、もう使い込んでほぼブラックの艶やかな質感になりました。もう片手で手のひらに収まるこのサイズもすごくいいし、なのに結構入るんですよ。開けてお札はここにこうやって滑り込ませて、ここにこうやって挟んで閉じることができます。
でここに小銭が入れられる場所があって、一番手前がカードケースになっています。結構入ってるんですけど全然大丈夫ですね。4枚ぐらいカードが入ってるんですけど、こんなに薄く収まっております。小銭も500円玉とかいっぱい入ってるし、なんならエアタグも入れちゃってるんですけど、収納力抜群の小財布です。サフジ本当に素敵なので、ぜひぜひ。結構店舗営業日が限られててなかなか行きにくかったりもするのかなと思うんですけど、そんなところもまたなんか愛着の湧く一つのきっかけで、また行きたいなーなんて思っております。お次がこちらのハンカチです。ハンカチは民芸館に行った時にゲットした柚木さみろうさんの布巾です。本当に綺麗、可愛くてサイズ感もなんか良くて気に入っております。ハンカチっていいですよね。なんか毎日気分に合わせて変えられるし、ちょっといい香りを振りかけて香水とか、なんか気持ちが落ち着かない時にスッとこう匂いを嗅いだりすることもできるし、ハンカチっていいなって最近思います。素敵なハンカチを集めたい。最後はこちらの手帳です。もうおなじみのサニー手帳の今使っているのはレザーフラップカバーのマルチカラータイプのバーガンディマルチを使っています。でここについているのがレザーフラットペンスリーブのマルチカラータイプをつけております。でここに挟んでいるのがこのサニー手帳の紙と私が相性がいいなと思っている無印良品のサラサラかけるゲルインキボールペンノック式 0.5mm の赤とブルーブラックとアサギ色を入れております。もうこの3本あればバッチリという感じなので、いつもここにペンスリーブに入れて持ち歩いています。本当に自分の右腕のように日々持ち歩いている大切な相棒です。もう中身については手帳の動画を撮っているので、ぜひそちらを見てくださったら嬉しいんですけど、日々のスケジュールもちろんカレンダーだったりとか、あとウィークリーページは毎日の日記だったりとか、毎日こう自分が行った場所のチケットとかこうスタンプをしたやつだったらそれを切ってコラージュしたりとか、あと旅先のまとめですね。なんかこんな感じにして旅のまとめをノートにしたりとか、自分で大切にしたいこととかこれからやりたいことをこうイメージボードじゃないですけど、こんな感じでコラージュしたりして楽しんでおります。以上が私の普段のお出かけのトートバッグの中身のご紹介でした。最後まで見てくださりありがとうございました。やっぱりあれだけトートバッグを持っていたり、あとキーホルダーだったりチャームだったりポーチだったりもいろいろ持っているので、その時の気分だったり、あとは旅の雰囲気に合わせてバッグの中身の雰囲気を作ったりしています。普段の Vlog などでもその日のバッグの中身っていうことでご紹介しているので、ぜひもしチャンネル登録がまだの方がいらっしゃったら登録をしてお待ちいただけるととっても嬉しいです。今回もケースティファイでとっても可愛くケースも作れたので、ぜひ皆さんもホームページで自分でカスタマイズしてみたり、こんなデザインがあるんだっていうのを見るだけでもとても楽しいかなと思いますので、気になる方は概要欄のリンクから覗いてみてください。目に入った時に、手に取った時に心がときめくようなとっておきのものをバッグの中に忍ばせていきましょう。それでは